小田急線の大和駅です。今回のウォーキングは厚木基地を目指します。そのままだと20分くらいで着いてしまうため、大和駅近辺を遠回りしてから行きます。厚木基地はマッカーサーが降り立った場所として知られています。それでは参りましょう。アーケードが撤去されてだいぶ広く感じます。小規模な駅前です。潰れた店が多いです。この銀行も潰れてしまっているようです。シャッター通りが続きます。駅前の店舗が寂れるのは地方だけでなく都心でも同じです。郊外の大規模ショッピングモールの集客性にはかないません。痛くないけど。ここのビルも更地になっています。マンションでも建つのでしょう。住宅の新規建設が目立ちます。相鉄線が東急乗り入れを初めて都心へのアクセスが向上しています。新横浜まで電車で20分直通ですが、昔から治安が悪いことで悪名が高い地域です。ちょっと通りを入ると昔の名残が見えてきます。大東亜戦争敗戦後の占領時代、米軍基地が近いことで闇市、横流し、米軍向け店舗、赤線、青線など、いわゆる戦後の名残が生まれました。
この辺りは朝鮮に占領されていたように見えます。1階が飲食店、2階がちょめちょめの作りの店舗。現在ではすでに存在しませんが、このマンションのように再開発でどんどん消えていっています。この左手に建物があって、そこは2000年頃まで2階がちょめちょめの店舗があった覚えがあります。現在ではそういう店はマンション型や店舗型に移行していますね。古い昔ながらの作りです。逆にいつまでも残っていてほしい。現在は普通のスナックが多いですね。大和駅前に現存する唯一の店舗個室型ちょめちょめ、ワンフロアの席が囲われてない系のちょめちょめはたくさんあります。いい店舗だな。歴史を感じる。どんどん潰れて減っているのが残念です。ここもマンションが建つのかな。ラブホの前って立地悪すぎ。雑多な雰囲気がだいぶ残っています。大和が治安が悪いと言われるのは移民が多すぎる地域というのも一因です。さて、厚木基地へ向かいます。この地下に線路が通っています。
厚木街道に入ります。あとは道なりです。基地の北端には駅からすぐです。そのため関西機の爆音が凄まじく騒音郊外となっています。全国どこでも昔からの道は狭い。こういう基地の近くの住居は防音設備していても音が凄まじそう。基地で働いている人たちなのだろうか。というか、いつになったら米軍の日本占領は終わるのですかね。日本単独の防衛力をもっと上げないと。厚木基地の北端です。広大な面積を誇ります。神奈川県の景色とはとても思えません。米軍に占領されたからこそ残る景色か。見通しが素晴らしい。よく溢れそうになる引地川。この外来種のツタが各地で猛威を振るっています。この地域もやがてこのツタに飲み込まれてしまうことでしょう。ツタがフェンスを越えていますね。もはや手の施しようがない状態。現在厚木基地の北端です。凄まじく広い。2駅分くらいある。
地を見渡せる場所まで来ました。広いな。フェンス低くね。神奈川県なのに地平線が見えます。さて、ここら辺で引き返します。ご視聴ありがとうございました。